超王道のシンデレラストーリー。カフェやレストランなどで喧嘩すると水をかける。絶対に間に合わへんのにもうふざけやん、ドアの向こう。うちらの語りたい夜。イエーイ。これ意味がわかんない。何の動き？盛り上がってますか？盛り上がってます。はい。ビビモデルの村上えりかです。ビビモデルの雑賀さくらです。午前0時のプリンセスジェシカです。はい、ということで今回は韓国好きな3人が集まって Amazon のプライムビデオさんとのタイアップ企画で前編後編に分かれて韓国の美容トーク、恋愛、そしてドラマなどについてお話ししていきたいと思います。楽しみ。韓国どれくらい行ったことある？私は2回行ったことあります。2回？ジェシカは3回あります。でも私も同じぐらい3回一緒。最近行きました？私先月行きました。お、めっちゃキンキン。超キンキン行きました。どうやった？めっちゃ楽しかった。わかる。何回行っても新しい発見あるから。わかる。でも一生覚えられへん地名が。なんだっけあれよく行くのが、まあミョンドンはわかんない。わかるわかる。でもオスにカモ。悪女。悪女。あとあれスルメ。スルメじゃなくてソンス。サンス。さくら結構わかる？はい、私結構覚えれる？しかも韓国語ちょっとわかるよね。ちょっと聞き取りはできます。かっこよ。ね。もうさくらに全部喋ってもらおう。お願いしたい。ほんまにお願いしたい。頑張ります。では早速好きな韓国ドラマベスト3を発表していきたいと思うんですけど、まずはさくらから。はい。気になる。ね、いきます。教えてほしい。じゃじゃん。はい。私のトップ3。じゃあまず1位からキム・ヒショは一体なぜ？聞いたことある。もうこれ多分知らない人いないというぐらいド定番の韓国ドラマだと思うんですけど、もうパク・ソジュンとパク・ミニョンさんのもうザ韓国女優、韓国俳優の2人が王道ラブコメというか、なんかちょっと小学生っぽい恋愛場面もあったり、でもやっぱ大人なラブストーリーもあったり、若い子でも大人でも楽しめるドラマだなって確かに全世代楽しめる時がある思います。次に恋のゴールドメダル。お。これ見たことあります？ないね。ある？ない。ないですか？教えて。私これ結構好きなんですけど、これ重量挙げの部活に入ってる、ちょっといわゆるザ・キラキラ系女子というよりかは少し芋っぽい感じの女の子が主演のドラマで、そこに水泳部のイケメンが現れます。ありがとう。イケメン現れてくれてありがとう。そういうことね。まあご想像できますよね。最高です。絶対好きだと思う。絶対好きやんな。好きだと思う。だってイケメン現れる時点で好きやもん。そうですよね。結構好き。この顔めっちゃ好き。はい、次3位。彼女の私生活っていうので、これもパク・ミニョンさんのものなんですけど、出るね、パク・ミニョン。そうこれはなんか美術館が結構テーマの作品で、なんかアート作品とかもよく出てくるんですけど、でもメインは恋愛。恋愛好きね。大好き。でもね、いやもうワキワキしたいじゃないですか。そうやね。絶対なんかさ、ちゃんとしっかりさラブストーリー作ってくれるじゃん。そうですよ。求めてるこれ欲しかったですっていうのが全部ちゃんとある。しかもこれミニョンさんまさかのマスターさん役って、マスターさんわかります？マスターさんって何？マスターってカメラの。そうオタクのもうトップ中のトップみたいな。美術の人なの？正体を隠してマスターさんをしてるんですけど、アイドルオタクの役、ミニョンさんが。はい。新しい気する。ド美人さんが黒マスク黒帽子をしてアイドルを追ってこんなでかいカメラ持って写真撮ってるような。それが恋愛なんだよ。ジェシカさんいいですか？お願いします。発表してください。ババン。まずこの3位、損するのは嫌だから。見たことありますか？わかんない。なんですか？ですね。なんて言ったらいいんやろな。両親はいるんやけど、そのお母さんとかがその偽善活動とかをすごい熱心にやってて、他のその子供たちにすごい愛情を与えてたのね。だからこの主人公のヒロインは私にもっと愛ちょうだいよみたいな感じで、なんか損してるやんみたいな。なんか私損してるみたいな感じになって、でそのままもう損するのは嫌っていうマインドで生きてんの。そのまま入りがそこなんだ。だからもう
恋人と付き合っても、はいはいなんかこれ損してると思ったらこうパンってなったりとか、面白い。そこから続いていくの。そうやねん。それがどんどん変わっていく。それがどんどん損とかそういうことじゃないよって気づいていくはい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 物語です。温かい。温かいし、どちらかというとファミリーストーリーみたいな。いやちゃうね、めっちゃおもろいね。なになになにちゃうねちゃうねちゃうねヒューマンメッセージちゃうね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 なんかこれもイケメン出ます当たり前に。ありがとう。でなんかもう突然、全然付き合ってもない人にてかコンビニの店員にコンビニ。プロポーズすんねん。主人公が？うん、気になるやろ。気になる。見てはい見て。で次に次行きましょう。はいまあ、スカイキャッスルうん。で私これ日本バージョンのやつを見たのよ、最うん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 近でそれが8話ぐらいまでしかなくて、で韓国バージョンが36話まであるの。すごい。なんか細かいところまで描かれてるやん、はい絶対に。まだ私なるほど追いかけてる状態なんです。あ、なるほど。だから最終回までまだいけてないの。だから楽しみなんですよ、もっともっと。でなんかみんなのさこのランキング聞くと自分はめっちゃ見たくなる。見たくなるやろ。やばい。もう見たいやん。もう見たいです。でも1位見てください。はい。何ですか？私の夫と結婚して、もうどういうことこれはまあまずなんかヒロインがその末期がんにかかるのね。で、もう親友と私の夫が不倫すんの。それを目撃してしまうの。ダメ。そしてその2人に殺されるの。で。今ここに点が存在してる。そしてそっから10年前にタイムリープするの。なるほど。タイムリープ系だ。タイムリープ系だ。はあ、もう今のこの設定がまず情報量すごすぎて追いつけてない。だから人生2回目をこっからどう巻き返していくか、どう幸せになっていくかっていうのがすごい楽しい、面白いドラマなんです。めっちゃ気になる。気になる。ほんまにおもろいで。タイムスリップ系大好き。面白いですよね。タイムスリップまだハマったことないのちょっと教えて。じゃあもうこれ見て、私私の夫と結婚して見てください。これ見よう、ありがとうございます。じゃあ次お願いしはいお願ます。いします知りたい。じゃあ私のトップ3です。はいババン。ババン。わかります？ 2位同じ。 2位一緒やん。 2位一緒なの。ゴールドメタル、そう一緒。だからじゃあ私は1番からいこうかな。はい1番お願いし相続者たち。聞いたことある？見たことない？見たことないね。もう本当に超王道のシンデレラストーリー。あ、もうそうなんや。ザお金持ちと貧乏な子。ありがとう。それもおもろい。もうそれも好き。本当に財閥系そう、こ財閥系れが欲しかったっていう王道の恋愛。そう、高校生の2人の話なんだけど、青春物語もそうだし、ちょっとなんかこう泥臭い要素も入ってるし、なんかそこが飽きずに最後まで見れる。あー、そうでちゃんと胸キュンシーンも超いっぱいある。ね、やばいの。見たいなんかわちゃわちゃしながら見たいね、これ。で2位はさくちゃん言ってくれたから。で3番はそのときめきソン・ギュンガンスキャンダルはなんかさくちゃんが言ったパク・ミニョンが主演なの。あ、そうなんだ。そう、ちょっと昔。あ、そうなんや。そう昔の場所が舞台なんだけど、その性別を偽って自分が男ですって言って、その男の人だらけの場所で勉強を頑張る。昔の人と女の人勉強をさせてもらえない環境だったから自分は勉強がしたくて、その勉強できる場所にこう変装していってっていう紛れ込むスタイルです。パク・ミニョンさんがダンスをする。そう、あげ。超かっこいいの。も可愛いの。しかもなんかそのメイクとかもほとんど多分してないじゃないですか、アイシャドウとか。もう超綺麗。そういうところも見てほしい。王道のやつまず見たい。もうザ王道、もうキムターンってやつ。これ何話ぐらいあります？何話だっけ？いっぱい？いっぱい？いっぱい系？大量系？大量系20話までなかった気がする。なかった気がする。じゃあ見れるかも。今って言ってくれてる気がする。20話ぐらいです。見よう、面白そう。おもろそう。続いては韓国ドラマあるある。この先がなんとなく分かってしまってもう来た来たとつい期待してしまうような話の展開や名シーンなど、韓国ドラマの鉄板的なあるあるを披露していきたいと思います。はい、まずはジェシカさんいかがですか？いいですか？はい、お願いします。お願いします。ババンパン。お調子者の男の子がいる。いる。もうグループに一人はいる。この子に助けられる。この子の声あんまりかなえへん。でもいい。それでもいい。ありがたい存在。この子重大よね。でもこの子の笑い方がなんかそのすごい印象的。いつもなんかニヒみたいな笑い方の人ですよね。いいよね。憎めない。憎めない。大好きこの子。好き。ありがとう。どうぞ。はい、次。パンパン行きたい。はい。知りたい。カバン。カフェやレストランなどで喧嘩すると水をかける。かける。そう。大体怒ると
かもさ結構勢いいいよね。勢いよ。しかすごいもちょっとじゃなくていっぱいうん、迷いがない。いっぱい残ってる迷いがない。ほんで受ける側も全部受ける、ちゃんと。避けないよね。避けないうん正面から向き合う。はいめっでちゃわかる。はい、じゃあ次私。あるある。バン2つ。付き合ったら次は別れが来る。2つ目フルネームで呼べ。わかる。なんか付き合ったら確かにまず喧嘩するか別れるか事故に遭うか、何かしうわらそう2人をそう引き裂くものがある。あるそうなの。あんねん絶対にそこだけで終わんないの。わかるんですけど絶対終わんない。わかる。そう。付き合ったとって安心できないですあ、できない。安心できない。だってまだこれから続くんだもん。でフルネームも相続者たち、ん私さっきおすすめしたドラマも、キムタンキムタンってずっと言ってる、うんずっと言ってる本名で。あ、そうなんや。なんかフルネームなんあんまないじゃやん。下の名前だけとかないですそう、ねなんかそう韓国はさくらとかはあるけど、さいがさくらって言わないじゃん。ね、はいってなる。じゃあもうあるあるだ。完全あるあるだ。あるあるある。もう一個お願いします。いきます。はいバン。サブウェイが出てくる。あるあなんか気がつけばサブウェイおる、みんな。確かにみんなサブウェイいる。確かにあんなにサブウェイあるんだと思った。って思うぐらいサブウェイで確かに食べたくなって絶対頼んじゃう。出前しちゃう。まだありますか？あるはいお、じゃじゃんずっと冷たかったのに付き合った瞬間甘々になるわかる。わかりますさせこいね。なんかさっきまであんな冷たくしてたじゃんみたいなわかる。なんか付き合った瞬間別人じゃんわかる。どうしたのなんなん？疑問系。もっと好きにさせる気。本当見てるこっちは超ドキドキする。わかるもうあれ好き。あるあるだから大好きうん誰ってなるかもしれないけどはい超好き。わかる。大好き大好きです。で、ジェシカまだあんねんけど、私。お願いし何まを教えてくだバさン。酔っ払っておんぶされる。い。あるある。あるやろ。さっき言ったさ、今度ゴールドメダルもあったよね。ありましたある。全員これやねん。わかるんですけど。酔っ払っておんぶされる。わかるし。これはあるあるです今完全ここで横でチークバカ濃いって。チークバカ濃い。すごいわざとらしいぐらいのいやーって。わかる。めっちゃわかる。チークめっちゃ濃くて酔っ払っておんぶねおんぶされる。される。可愛いですあで私酔っ払わへんねん。あそうなんですかそうお酒強いんですおか？酒強くてうわかっこいい。おんぶする。じゃあおんぶされたいから私酔っ払っとこう。可愛すぎなんなん今の。酔っ払っとこう。可愛い。さくらちゃんまだあるんちゃう？ありますもう一個じゃじゃん転んだところを受け止められるシーンなので激遅スローモーションになるほんまにありました。もうわざとらしすぎるスローモーションもうなんかこれね。はいこれ別アングルもあるよね。でさ、なんかさどれやったっけな、最近損するうん。のやつで、バーン行って絶対に間に合わへんねん。ね絶対に間に合わへんのに、もうおんねん。わかる。嘘つけやろ。ドアの向こうおったやん。今行ったやんみたいな。行ったのにいつの間にか間に合ってんの。本当ですよねこれでもさ、なんで一作品だけじゃなくて何作品もそれじゃん。ありますそれってなんかルールがあるのかな。確かに王道王道、ねでもそう確かにだってそこで現れへんわけないもん。確かに絶対に。そこで現れなきゃねでもその裏切りもいらんやん。確かに絶対来てほしいやん。絶対来てほしい。あそこキュンキュンする場所。感動系音楽が流れながらほんまそれ。あとちょっとモヤモヤフィルターあ、わかるみたいなね。完全あるあるです。はい、じゃあ私がお二人にお聞きしたいんですけど、はいもし自分で脚本を作るとしたらどんな脚本を作ってみたいですか？でも私はちょっと地味な子がこうどんどん磨かれていって飛躍していくはい物語、はいはい自分にすごい自信をつけていって飛躍するっていう物語がめっちゃ好き。あ、成長系のそうやつだよね。成長系。わ見たいな。応援したくなりますね、見てると応援したくなる。ね、しかもその中で出てくるファッションとかコスメとかも絶対可愛い。そうやね絶対可愛い。絶対可愛い。勉強になる絶対。確かにあれが結構私やりたい。わあ見たいな。い私なんだろう。なんか私が今まで見てきたドラマってなんかその2人を切り裂くものが結構環境によって引き裂かれてたからなんかガチ喧嘩みたいな、なんかちょっとリアルななんかこう人間関係の中でなんか揉め事があってちゃんと仲直りしましたっていうのが見たい。なるほどそう安心してとかリアルにね、ちゃんとリアルリアなルなやつが見たい。確かに要因じゃなくて。でちなみにどんな役やりたいです？うわ韓国ドラマの中で、ははいいはいはい、はいお願いします。チキン配達屋さん。ー、何？チキン配達屋さん。いる。チキン絶対頼むじゃん。いますチキン絶対頼むよ。絶対頼むじゃん。いる絶対に。主役の女の子チキン配達屋うん、さん。めちゃくちゃ。めめちゃくちゃ。何やりたいですか？じゃあもうサブウェイの店員さん。
めっちゃ出てくるし、確かにうん、そんなセリフも多ないし。ちょうど良さそうなじゃあその上の店員さんにしようかな。確かに覚える。そうするわ。私なんだろうな、でヒロインでしょ。私は、確かに見たい。ヒロイン可愛い。ヒロイン絶対ヒロイン。はい見たいだからスローモーションで受け止められるヒロイン、可愛い。絶対そうしてほしい。受け止めたい。受け止めてほしいイケメンに韓国ドラマについてお話ししてきましたが、まだ見たことないけど見てみたいって思った作品ありましたか、2人は。私は相続者たち。もうおー王道って言ってたから、はいそこ行ってみたい1位やったし。見てほしい。うんさくちゃんは。私は私の夫と結婚してほんまに見て。私もねほんまに見て。めっちゃ気になった。そう止まらんねん。今夜からほんまに今夜見て。はい今夜から見ます、絶対見て。はい、ということで前編はここまでです。後編では韓国ドラマや最近気になっている韓国の美容コスメなどについてこの3人でまたお話ししていきます。後編もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。ジェシカキンパ。しかもなんかチーズ入ってる。待って。美味しすぎ。ここの俳優さんたちに言ってもらいたい言葉とかありますか。恋人同士がなんかお互いを呼び合う時の呼び方なんですけど、ザギヤーかわいい。オンキンかわいい。王道は欲しない。1回は。サランヘ言われたい。前編でもめちゃくちゃ出てきた。出てきた出てきたもうパクミニョンパクミニョン。ずっとパクミニョンやった。